入浴を終えて1階へ戻ってくると、玄関の方へ向かって歩くサチの姿が目に入る。その手ぶらでメイド服着用という状況に多少の物足りなさを感じてしまうのは、俺がここでの生活に慣れてきた証拠かもしれない。ようサチ。こんぱんぱ、かさみさん。悪い、俺が悪かった。はい？そう。こうやって突拍子もないことを、これが普通ですけど何かという顔でやってのけるのが最近固まってきたサチのイメージだ。一応尋ねるが、その初めてパソコンで打った文章のような言葉遣いは最近の流行りか、それとも何かの暗号なのか？多分、どちらも違うと思いますよ。ということは、それは私が説明するのよさ。新たな疑問が生まれようとしたところで、サチの股ぐらからマキナが顔を出す。お前はどこから湧いて出た？ふいひひ。やっこさんの股下がガラ空きだったんで、思わず飛び込んじまったのさ。お前は血に飢えたボクサーか？などと心の中でツッコミを入れている間も、メイド服のスカートの部分をバサバサと引っ張るマキナ。サチがそんな行動にも動じないのは、マキナへの信頼からだと願いたい。で、なんぜサチはこんな言葉遣いになってる？一言で言うと、私が考えた5色プリプラスに付き合ってもらっているからなのよ。5色プレイプラス？言葉の濁点をカットして、ハ行は半濁点で喋るっていう大人の遊び。ぷはーって。そう言って喫煙時の仕草を真似るマキナにとっては、タバコイコール大人という認識なのだろう。俺はそんな推測を喉元に留めたまま、続く言葉に耳を傾ける。しかも、今なら字は地に言い換える特別萌えルール付きだから、お兄ちゃんも混ざって一緒に 3P するのよさ。せめて3人プレイと言ってくれ。まあこいつのことだから対はないんだろうが。それに遊び相手を募るだけならアマネを誘うのが早いんじゃないのか？今のアマネにはご飯の用意っていう大事な任務があるのよ。確かに、そろそろそんな時間か。それでサチが相手をしているというわけか。サッチンはマネーロンダリングの済んだ裏金のように綺麗な心を持っているから、快く相手してくれるし。サチはマキナの考える遊びのことをどう思ってるんだ？マキちゃんの遊びは悪く言うと珍妙、よく言って奇抜ですから、いろいろ勉強になります。微妙な判定が出ちゃったのだけど、お兄ちゃんも一緒に遊んでくれる？非常に残念だが、俺は5色プレイプラスで遊べない体なんだ。それは嘘なのよ。どうして？それは、これからサッチンが説明するのよさ。マキナがサチの背中をポンと叩くと、サチが一歩前に出た。かさみさんか先ぽとパツケンしたとき、視線かピタリに泳いでいました。ピトか嘘をつくときの典型的な特徴です。このコンビ意外に侮れないな。じゃあまずは手本を見せてくれ。了解なのよさ。マキナが元気よく返事したかと思うと、向かい合って話をする体勢をとる二人。サッチン。ウェース。そういえばサッチン、昨日の夜パ何食べた？明太子のパスタとシーサーサラダかな。
なーに貴様、ニポンパシに勤めてるおしゃれな OL 気取りか。ペラポーメー。じゃあ、マキちゃんぱ昨日何してた？ファイナルチオクラピックチャンネルでカラパコス諸島の特集見てた。マキちゃんぱテレビ大好きだもんね。と、こんな感じなのよさ。なるほど。案外難しそうなルールだ。本当なら相手が舌を「うえ」って噛みそうな言葉を狙って会話するのがミソなのよ。やりようによっては、ほとんど規制に引っかからないやりとりもあるだろうからな。パイ、異界に奥が深いです。こうしてほとんど引っかかる場合もな。でもパコスとタコスって似てるよね。なんだ、唐突に。昨日テレビを見てた時に思ったのだけど、思い出したらメキシカンなあいつにむしゃぶりつきたくなってきて。なら、晩飯のおかずにタコスを追加しろ、と、アマネに頼んできたらどうだ？さすがお兄ちゃん、早速そうしてみるのよさ。善は急げと言わんばかりに、マキナが音の鳴るスリッパをプピプピ言わせながら2階へ上がっていく。その後には、点々と、なんだろこれ。その後には、なんというか、本当に子供みたいなやつだ。視線を戻すと、一人取り残されたサチがこちらをじっと見つめていた。サチ、まだ食事の用意をしたりしないのか？パイ、下準備ぱ終わってますし、今日はお昼を遅めに食べたので。しかも、縛りはまだ続いている。何やら、サチが期待の眼差しでこちらを見ているような気がしなくもないが。じゃあ、俺と5色プレイプラスをやってみるか。マジか。かさみさんならそう言っていただけると思ってました。やはり俺の予想は当たっていたらしく、サチの返事からもやる気が伝わってくる。今の俺は学生なのだから、無意に時を過ごすのも悪くないが、こういう遊びにふけるのが好きな愉快なやつと誤解されるのは困る。というわけで、口調は一旦戻してくれ。わかりました。わずかに残念そうな返事をして、サチが目を閉じる。そうやって自分の中のスイッチを切り替えているのだろう。ただし、ただのプレイでは終わりがないからな。先に言い間違えた方が負けの勝負形式でいく。何かルールのようなものはありますか？そうだな。黙り込んだり、相手の要望に応えないのは禁止でいいだろう。それに罰ゲームがつくということですね。望むところです。マジか。そこまでは考えていなかったが、まあ、その方が真剣味が増すかもしれないな。はい、面白さ 120% アップです。本当にやる気だな。まあ、俺が勝った時は、サチに選択でもやってもらおう。その時は、選択奴隷と呼んでください。そこまでは言ってないが、サチが勝った場合はどうする？私の方は、勝った時に話すということでもいいでしょうか。俺が天音やミチルなら安請け合いできないが、サチなら大げさなことを言っても、大げさなことは言ってこないだろう。ああ、俺はそれで構わない。ありがとうございます。では、勝負ですね。マジか。こうして俺はサチと珍妙な遊びで対決することになった。こんぱんぱ。こんぱんぱ。トータ、最近の調子ぱ。スコプル好調です。なるほど。俺が口調を戻させるまでの間、
サチが一度もミスしていなかったことを鑑みると、この勝負に勝つのも簡単ではなさそうだが。ところで、蒸した鶏にゴマソースなんかを和えた四川料理といえばなんだ？パンパンチーですね。じゃあ、大語る、じゃあ、大語る一円で、特定動物にも指定されている生き物は？チンパンチーです。従来のものとは近いコムの伸縮を利用して下から上に飛ばされる説教マシンに近いアトラクションパ？客パンチでしょうか。即興の破行は攻めでもミスなしか。それより今日パ少し寒いですよね。ああ、パタ寒いくらいだな。パタ寒いくらいだな。時にかさみさんはススキ目に属する魚手雷魚とも呼ばれている深海魚を知っていますか？パタパタか？なんだか空を飛びそうな感じになっています。確かに。てぱ、近年二酸化炭素の放出が牽引で地球温暖化に影響を与えていると言われている農法は何と言いますか？焼きパタタな。さすがかさみさんです。ピッカケ問題にもピッかかってくれませんでした。今のピッカケたったのか。俺の口から正直な感想が漏れると同時に、サチが小さな紙をこちらに渡してくる。かさみさんパお強いので、奥の手を使わせていただきます。ほう。焼き畑農業に従事する高畑さんがハタハタの干物とバンバンジーを頬張りながら逆バンジー。中を確認してみると几帳面な文字でそう書かれていた。なんだこれは。次はその文章を読んでもらえますか？なるほど。今回の勝負では相手にどうやって言葉を喋らせるかについての制約は決めていない。つまりそこをうまくついたサチの作戦勝ちというわけだ。いい太郎。俺はゆっくりと目を閉じ丹田に力を込める。ふつふつと湧き出る力の流れを感じ取り、体の中心で渦巻くように統一していくイメージ。それを1周、2周、3周。次の瞬間、その力を解き放った。焼きパタ農協に駐地する高パタさんか。パタパタの干物とパンパンチーをポーパリながら逆パンチー。今、逆パンチって言えてませんでしたよね。本当だ。ふむ。そうして俺はあっけなくサチに負けてしまった。遊びとはいえ、サチに負けるのは悔しいな。いや、異性の後輩相手に本気になるのも格好悪い。そんな風に自分なりの言い訳を考えてみる。マキちゃんにパ聞かなかった奥の手か、かさみさんにパ通用しました。と、その前に口調は戻してくれよ。そうでした。しかし、委員長がここまでやるとは思わなかったぞ。ごっつぁんです。なぜ力士になった？しかも照れながら。勝負ごとに勝った時は、こうやって賛辞を受けるのでは？それは曲げを言って回しを締めている連中だけの話だ。そうだったんですか。私、風見さんのおかげでまた一つ賢くなりました。
前々からそうじゃないかと危惧していたが、サチの知識にはいろいろと偏りが生じているらしいな。で、俺への罰ゲームは何にするんだ？それについてなのですが、そこまで口にすると、サチはためらうように言いよどむ。どうした？もしかしてまだ内容を決めてなかったのか？そういうわけではないのですが。なら遠慮せずに言ってくれ。では、風見さんに勝った私のことを褒めてもらってもいいでしょうか？あ？言葉の意図が理解できず、返事とも言えない言葉を発してしまう。やっぱりダメでしょうか？その判断をする前に、どうしてそれを選んだのか聞かせてほしいところではあるな。それは、風見さんに褒めてほしいと思ったからです。どうしてそう思う？これは、自分でもどうしてなのかわからないのですが、風見さんに褒めてもらえると、胃の上のあたりが温かくなるんです。質問に答える間も自分に確認を取っているような口調で説明するサチ。サチが他人からの質問に対して嘘をつけない人間であることはこれまでのやりとりで分かっている。ということは今の言葉も紛れもなくサチの本心なのだろう。それは俺以外の人間から褒めてもらわれてもそう感じるのか？それもよくわかりません。この学園に転校してきた当初は、天音さんやみちる様から褒められることもあったのですが、最近はそういう機会も減ってきているので。確かに、サチの行動には尊敬の念というより疑念のようなものを抱くことの方が多い気もする。そうでしょうか。ああ、その境目が難しいです。そう口にするなり、サチは考え込むように目を閉じてしまう。まあ、要求自体は無理なものではないし、俺が不快になるようなことでもないが。そうだな。俺がサチを褒めること自体に問題はない。本当ですか？ああ。俺との勝負に勝ったことは称賛に値するし、褒められるようなことをしたときは褒められて当然だ。昔誰かも同じようなことを言っていた気がする。どうした？何か変なことでも言ったか？何でもありません。ありがとうございます。サチはすぐに返事をすると、気を取り直すようにお辞儀をする。で、褒めると言ってもどういう具合に褒めたらいい？それは風見さんにお任せします。100% 風見スタイルで大丈夫です。またえらくアバウトな注文だな。しかし勝負に負けた罰ゲームだからといって約束を守らないのもフェアじゃない。そんなことを考えながらサチの頭に手を乗せる体勢を取ろうとする。明かりを消してもらってもいいでしょうか？ああ？改まられると緊張してしまうので、できれば部屋を暗くしていただきたいのですが。普段人前で服を脱いでも恥ずかしがらないサチの頬が珍しく桜色に染まっている。そういうセリフはベッドの上で言うもんだ。俺は力のない訴えをやんわりと却下してそのままサチの頭に手を乗せた。俺に勝つなんてすごいじゃないか、サチ。きっと初めて触れたはずのサチの髪。その触り心地は思いのほか気持ちよく、不思議と懐かしさのようなものまで感じてしまう。よくやったな。はじめは体をこわばらせていたサチが気持ちよさそうに目を閉じる。それを機にゆっくりとその頭を撫でていく。右、左、右。俺の手の動きに合わせてサチの口から寝言のような声が漏れ、なんだか面白い。
そが揺さぶられています。そんなに力を入れていない。俺の手によってなすがままになっているサチ。そんな状況も初めてのはずだが、自分の体が思った以上に馴染んでいるような気がした。ありがとうございます。もう大丈夫です。ああ。サチの声で我に返るとすぐにその手を離す。気づけば割と長い間サチの頭に触れていたかもしれない。その手をサチがじっと見つめてくる。で、どうだ？また胃の上のあたりが暖かくなったか？はい。風見さんの手からはマイナスイオンのようなものが出ているんでしょうか。不思議です。サチらしく真面目な顔でそんなことを言う。もしそうだとしたら、俺はその技術を総合家電メーカーに売りつける。では、私はその技術を買った家電メーカーを買い取ります。そんな額の資産を持っているのか？持っていませんよ。だろうな。まあ、これで罰ゲームは完遂したことになるだろはい、風見さんグッジョブです。言いながら、サチがぐっと親指を立てる。それで、もしよければなのですが、これからも私のことを褒めていただけると嬉しいです。そうだな。これまでだけに限らず、サチが称賛に値するような行動をとれば、俺はお前のことを褒め続けるだろう。ありがとうございます。俺のそっけない返事に、サチは先ほどと同じように頬を染めながら、丁寧なお辞儀を返してくれた。ただ、次に勝負する機会があれば、その時は俺が勝つからな。では、私も今から山ごもりの修行を始めます。それは個人の自由だが、授業にはちゃんと出席しろよ。そうでした。私、授業のことをすっかり忘れていました。やはり忘れていたか。ただ、正直なサチとこういう時間を過ごして分かったこと。誰かを褒め、誰かの頭を撫でるという動作。最近はマキナの頭を撫でたりすることがあった気もするが、それとは明らかに違う感覚。それが何なのかは分からないが、本当になんとなく悪いものではないような気がした。そう考えたら、マキナの考える遊びも悪くないってことか。最後にはそんなことを思ったのだった。